안녕하세요. 가이드の영영です。去年の年末から外国はコロナの接種をしているのに、韓国は未だに全国民分のワクチンの購入もできていません。皆さんがわかりやすく時系列で説明していきたいと思います。去年の6月3日、ソウル市にあるウェスティン朝鮮ホテルで、パク・ヌンフ保健福祉部長官、コロナの征服のために今年のうちに治療剤を、来年にはワクチンを開発するという計画を発表しました。そのために1兆ウォンの追加予算を投入し、下半期には臨床試験に1000億ウォンを投入すると発表しました。まず韓国のすべての製薬会社の売上高を全部合わせても、アメリカの大手であるファイザーに及ばないです。冷静に言ってワクチンや治療剤を開発できるレベルではないです。特に今回のファイザーとモデルナのワクチンなどは mRNA のワクチンです。今までない技術なので、人体に無害なウイルスとコロナ抗体を一緒にワクチンで接種する形で、韓国では mRNA のワクチンを生産できる施設を持っている製薬会社はありません。でも北の言葉でというのがあります。何でも自給自足で輸入のありがたさや輸入の便利さを知らないまま、ただ愛国心だけを吹き込んで、つい最近までもムン・サイナに先導された若者には北朝鮮語だっていうことも知らずに使っていた人も結構いました。1ヶ月経って7月9日、ウェスティン朝鮮ホテルで、そういえばウェスティン朝鮮ホテル好きだな、こいつ。わざわざ高いところで。돈 내놔! 돈 내놔! 우리도 은행에서 뺏어간 돈 내놔! 돈 내놔! 政府は治療剤とワクチンに1936億ウォンを投入するし、具体的な韓国の製薬会社の名前まで発表しました。60社とセルトリオンです。2020年3月には29,000ウォンだったセルトリオンの株価は26万ウォンまで高騰しました。ほぼ10倍近く跳ね上がりました。1ヶ月経って8月13日、強気だった政府は治療剤の話はせず、国産のワクチンの開発が来年の下半期に開発完了と見出しを決めているが、よーく読んでみると、2021年下半期には開発可能に予想されていると書いてあります。11月になると韓国ではこのような絵がネットで出回りました。世界の製薬会社の方が韓国にしがみつき買ってくださいよと、韓国はいくらまで考えてますかと値段の交渉をする内容です。テケムじゃないと入れないというクリアンというサイトでは、他の国、韓国があのワクチンを買わない？我が国も韓国が買うまで待機。製薬者、あのすごい韓国が我が社の製品を選んだという宣伝効果を狙ってます。内容からして僕はコメント舞台だと思いますが、もし本当にテケムが書いたのであれば、頭が割れてもムン・サイナンを支持するというテケムを超えて、すでに頭が割れて脳みそが垂れ流されている状況だと思うので、頭にビニール袋をかぶって近くの病院に行ってください。11月17日、むしろ海外の製薬会社の方が催促してるという記事が出ます。こうやって記事に隠れて匿名通報のようにムン・サイナンに言われたまんまの記事を書く記者の方も YouTube の方で裁かれる日が来ると思います。今は忙しいから逃してやる。11月になって日本は3億3000万回分のワクチンを確保。それに引き換え韓国はゼロ。11月29日のニュースではアジアのワクチン確保の状況を比べてみても、日本が圧倒的な1位、韓国はビリ3000万人分の確保を目標。なんか他の国では年内接種、良さそうなファイザーのワクチンなどを確保したっていう話が聞こえてきて、今度はこのような絵が逆にネットで出回りました。逆に製薬会社の方がいくらまで考えてますかと言っている。そうすると12月8日、いきなりワクチン4400万人分を確保。海外の製薬会社4社と契約を締結という記事が出ました。特にワクチン関連記事はしらみつぶしに読まなきゃいけません。案の定、なんか言い訳が長いです。まとめると、
契約を本当に締結したのはアストラゼネカ1社だけで、しかも1000万人分。他にファイザー、モデルナ、ジョンソン&ジョンソン、ヤンセンなどは拘束力ある契約、間もなく締結。結局、記事のタイトルとは全く違う内容で、アストラゼネカ1000万人分しか確保できてないということで、国民はまた、なぜファイザー、モデルナじゃなくてアストラゼネカなのか。ファイザーはマイナス70度、モデルナはマイナス20度に保管しなきゃいけないという短所もありますが、90% と 94% という高い効果が得られる。ファイザーは1回接種に2万ウォン、モデルナは2万5千ウォン、アストラゼネカは2度から8度くらいで保管は容易だが、値段も1回接種で3000ウォンと割と安い。何より 70% しか効果が得られないというのはワクチンの意味がないのでは。ファイザーが20人に1人効果が得られないというのであれば、アストラゼネカは3人に1人ですから、その差は言うまでもなく、生産国であるイギリスでさえアメリカのワクチンを接種しようとしてるし、まだ FDA の承認も出てないし、今年の下半期に承認が出るそうだが、その理由もアストラゼネカの方が1個全部接種するより半分だけを打った方が効果があるというわけのわからない話をしているからです。ますます信用できないし、敵務たちはアストラゼネカを接種してもらい、僕はファイザーを待つ。このような雰囲気の中でも12月3日、韓国の統一部のイ・ニョン長官は北にワクチンを支援のため予算を955億ウォンを編成。12月8日には北にワクチン支援の意思は政府の中で共感ができている。北への支援の共感が形成できているより、君たちの口座番号の共有ができているでしょう。とにかく統一部と女性家族部は政権が変わるとなくさなきゃいけない部署第1位です。12月15日、パクヌンフテクノ部はとんでもない話を口にします。どの社会でもワクチンを拒否する層が存在し、それは大体若年層だ。それで拒否する若年層によりワクチンが余り、それの交換と廃棄の心配をしてワクチンの確保ができなかったという言い訳をします。12月22日にはムン・サイナンがワクチンを開発した国が先に接種するのは仕方ないと言いました。この一人の人たちは自分たち、指導者であるヤンバンたち以外はみんな平等じゃないといけないから、中名の息子とかも入っていた中韓米軍と一緒に兵役を果たすカトゥサ。アメリカが韓国のカトゥサ5000人と看護師など5000人、軍の医療関係者1万人、合わせて約2万人に接種をすると言いましたが、全国民が貧しくて公営住宅に住んでほしいこの政権は、みんなが平等ではなくカトゥサの韓国人だけが接種すると問題になると思い、なんと反対します。でも結局12月31日、韓国人としては初めてカトゥサ50人が接種しました。12月28日、ノヨンミン青瓦台秘書室長は2021年2月、我が国も接種できると言いました。翌日である12月29日、ここでまたムン・サイナンは賞を企画します。国が混乱に陥った時こそ、北の指導者のように松ぼっくりで手榴弾を作ったり、木の枝で船を作る神のような能力を見せてくれなきゃいけないと思ったムン・サイナン。モデルナ CEO と直接電話をして2000万人分を確保したと言います。そもそも英語も喋れないし、口開いたらそれで他の国と違って政府の話を信用できない我々は、モデルナの方の話を聞いたところ、シンガポールとの契約内容を比べてみても英語の意味が違うっていうことがわかります。韓国の場合はdiscussion about 何々に関する議論、討論、検討という意味ですよね。なんか大昔この単語を覚えようとしていた記憶が蘇ってきた。ムン・サイナンのおかげでいろんな勉強をしなきゃいけません。モデルナの方はホームページの方にも韓国に必ず供給できると約束したわけではないと線を引きました。詐欺師たちがいつも MOU とかを締結したと言いふらすけど、実際の契約じゃないです。日本語で言うと基本合意書のようなものですが、 MOU でもなくただ電話をしたっていうことですから。しかし1日前、ノヨンミン秘書室長は
2月に接種できると言いましたが、わずか1日後、文災難は第2四半期だと言いました。こいつらの話は本当に最後までちゃんと読まなきゃいけないんですよ。治療剤を開発するといったセルトリオンは韓国では時価総額50兆ウォンの製薬会社であり、セルトリオンの会長は一代でここまで築き上げた会社をノヨンミンとの治療剤をめぐって何かが匂うっていう話が浮上すると、この2人は翌日辞めました。1人は青瓦台出場を、1人は韓国で時価総額6位まで育て上げた会社の会長から退けました。とにかく今年も韓国の明洞と観光協会は災難から逃れそうにもないです。最後まで見てくださりありがとうございました。また他のニュースでお会いしましょう。